1本目が遅れた。次の指定席も今夜の宿もまとめて消えたのだ。嘘でしょ。まだ10分の遅れです。乗り換え時間も10分ありますから多分大丈夫です。差し引きゼロなら間に合うのだ。予定表はまだ生きているのだ。甘いわね。到着から次の発車まで瞬間移動できると思っているのかしら。表示が変わりました。遅れは20分。接続案内は確認できません。待ってほしいのだ。余裕だった10分が借金の10分になったのだ。現実を見なさい。最初の列車が遅れただけで予定全体が崩れ始めたわ。次の指定席は変更できるのか、夕食は何時までか、宿にも連絡が必要です。夕食の予約時刻まであと1時間です。チェックイン期限も近づいています。列車は止まっているのに締め切りだけは正確に迫ってくるのだ。宿泊費は支払い済みです。つけなければ今夜の部屋まで失うかもしれません。どなっても時計は戻らないわ。必要なのは次の損失を選ぶ作業よ。旅行のはずなのに損害を仕分ける会議になっているのだ。怖いのだ。この夫婦の会話は複数の予定リスクをまとめた合成再現としてみなさい。英国本線網では予定時刻から3分以内の到着率にも注目しているわ。2025年4月から翌年3月の公表値ではその割合は 84.1% よ。同じ期間の旅客列車のキャンセル率は 3.5% と公表されているわ。珍しい大事件ではなく時刻表との付き合い方そのものが違うのだ。そうよ。海外全体の数字ではないわ。英国本線網の一例として見るのよ。あなたの予定は最初から列車1本で死ぬ設計だったということだわ。そして翌日この夫婦はもっと理解不能な鉄道を見ることになるのだ。まず捨てるべき幻想は世界中の帝国が同じ意味だという思い込みよ。帝国は時刻通りという意味ではなかったのだ。言葉が罠なのだ。事業者が隠しているという話ではないわ。測定する基準が違うのよ。ドイツ鉄道の2025年実績を見ればその違いがよくわかるわ。長距離列車の運行上の提示率は2025年に 60.1% だったの。6割ですか。旅行者は残りの4割を最初から警戒するべきでしょうか。その前に定義を読みなさい。数字だけを並べれば必ず誤解するわ。ドイツ鉄道では予定を6分以上超えた旅客列車を遅れに分類するのよ。つまり5分台の超過なら運行上は定時に数えられるということなのだ。英国では3分以内、ドイツでは6分未満という基準が使われているわ。日本側には1列車あたりの平均遅延という示し方もあるのよ。単純な順位表にしたら違う物差しで背比べをすることになるのだ。少しは賢くなったわね。数字は定義と対象期間まで読んで初めて事実よ。私たちが知りたいのは遅れた後に誰が予定を守ってくれるかです。そこで重要になるのが切符を一つの契約として買ったかどうかよ。列車は同じ旅の途中なのに切符が別なら別の旅として扱われるのですか。条件によってはそうなるわ。旅行者の感覚と契約の境界は別物よ。安い切符を探しただけなのに保護まで切り分けて買っていたのだ。欧州連合域内には鉄道利用者を守る旅客権利の仕組みがあるわ。投資切符の接続失敗で最終到着が60分以上遅れる見込みなら対象になり得るの。払い戻しや迂回の選択肢があり一定の条件では保証も受けられるわ。宿泊が必要になった場合の支援も条件を満たせば権利に含まれ得るのよ。制度があるなら安心なのだ。僕はもう窓口の前で寝るのだ。話を聞きなさい。別々に買った切符では同じ保護が及ばない場合があるわ。つまり余白時間も追加費用も旅行者が自分で抱える可能性が残るのですね。現実を見なさい。制度の有無と今夜の不安が消えることは別問題よ。到着予定がまた変わりました。15分遅れが今は22分遅れになっています。次の列車に乗れるのかまだ乗れないのか判断の根拠が固まりません。情報がないより怖いのだ。数字が出るたび未来が別の形になるのだ。遅延時間そのものより不確定な情報が判断期限を削っていくのよ。待てば間に合うかもしれない。でも待てば別ルートの席が売り切れます。今買い直せば高くつく。でも元の列車が間に合えば無駄な出費です。正解がわかる頃には選択肢の販売が終わっているのだ。ひどいのだ。旅行者は預言者ではないわ。それでも決断だけは今すぐ要求されるの。窓口へ行きます。あなたはホームで表示が変わったら連絡してください。窓口では待つよう言われました。でもホームでは別経路の案内が出ています。待つ、別ルートを買う、宿を諦める。選べるのはこの3つです。3択に見えて全部が何かを失う選択なのだ。正解が一つもないのだ。これが旅程崩壊よ。移動ではなく損失の優先順位を決めさせられるの。次の指定席は別に買いました。この切符本当に引き継げるのでしょうか。駅員も条件を確認しています。今ここで確実な回答は得られないようです。人を責めても答えは生まれないのだ。切符と情報が分断されているのだ。その通りよ。個別の駅員ではなく契約と接続の境界を見るべきだわ。発車まであと8分です。元の列車はまだ隣の駅にもついていません。表示から乗
乗る予定だった列車が消えました。もう間に合わなかったのですね。事故の音もありません。ただ今日の予定だけが静かになくなりました。派手に壊れないから余計に怖いのだ。旅の未来だけが消えたのだ。夕食も宿も画面の中では予約済みのままよ。人間だけが届かないの。宿に電話します。到着できない可能性と変更料金を確認しなければなりません。次は鉄道会社です。払い戻しと迂回の条件も一つずつ聞いてみます。疲れているのに契約書の読解試験まで始まったのだ。休ませてほしいのだ。保証制度が存在しても今夜どこで寝るかを決める仕事までは消えないわ。せめて同じ窓口で次の移動と宿の判断ができれば助かるのですが、追加の乗車券、駅での食事、宿泊変更料、請求だけが増えていきます。移動していないのにお金だけ旅を続けているのだ。元気すぎるのだ。笑えるのは請求画面だけで、夫婦の体力と判断力はもう残りわずかよ。今は金額よりこれ以上何を決めればいいのかがわからないことが苦しいです。明日の予約も変えるべきでしょうか、それとも今夜だけ直せばいいのでしょうか。一つの遅延が翌日の旅程まで判断対象に広げてしまうのよ。だから最初から90分も余白を置く人がいるのだ。時間で保険を払うのだ。この請求額や会話も合成再現よ。実在旅行者の体験として扱ってはダメだわ。私たちはただ予定通り着くことが贅沢だと知らなかったのです。日本の駅には念のため40分前に着きました。これなら遅延にも備えられます。正しいのだ。列車より先に来て駅で未来を待ち伏せするのだ。しかし次の乗り換え時間が8分しかありません。これは無理ではありませんか。これは乗り換えではない、鉄道会社が用意した罠に見えてきました。8分？衣装を書く時間なのだ。ホーム探しだけで人生が終わるのだ。黙ってみていなさい。海外で覚えた警戒心がここでは過剰防衛になるわ。ただし8分接続を日本全国で必ず成功する話にはしないことよ。実際の駅と列車は公式時刻表と構内図で確認してから描くのだわ。号車位置、階段、次のホームまでの経路が一つの案内で確認できます。降りる前から次に歩く方向がわかるのだ。迷子になるいとまがないのだ。列車は予定の位置に着きました。私たちは走らず案内通りに歩いています。危険な駆け込みは不要よ。通常の歩行で成立する乗り換えとして見せなさい。階段を上がると次の列車が案内表示の時刻通りに待っています。時計が壊れていないのだ。壊れていたのは僕らの感覚だったのだ。一方、日本では旅行者の警戒心だけが大幅に遅延していたのよ。間に合ったのに安心できません。何かを見落とした気分が残っています。ではこの理解不能な日常を公式に公表された数字から見ていくわ。東海道新幹線は1日平均383本を運行していると案内されているの。2024年度の1列車あたり平均遅延は 1.4 分だったのよ。しかも自然災害などによる遅れを含めた平均値として示されているわ。 1.4 分なら誤差ではありませんか。飲み物を選ぶ時間より短いです。その数分を誤差として捨てないから案内と調整が積み重なるのよ。日本では1分くらい遅れたうちに入らないと思っていたのだ。自分の遅刻と鉄道の平均値を同じ棚に置くんじゃないわよ。平均 1.4 分は全列車が 1.4 分以内という意味ではない点にも注意しなさい。東日本旅客鉄道にはウェブで遅延証明書を掲載する仕組みがあるわ。対象路線がおおむね5分以上遅れた場合に掲載される仕組みよ。5分で証明書が出るのだ。さっきの国なら定義の境目だったのだ。だから指標を混ぜるなと言ったでしょう。目的も測り方も違うのよ。その証明書は個々の列車ではなく路線の最大遅延を証明するものだわ。誰がどの列車で何分遅れたかを個別に証明する書類ではないのですね。そうよ。便利な制度ほど対象と意味を正確に読まなければならないわ。それでも5分の遅れを記録する文化は僕には厳しすぎるのだ。数分を見逃さない仕組みが次の数十分の崩壊を防いでいるのかもしれないわね。定時制を運転士一人の超人的な技能だと思うのは浅すぎるわ。ダイヤ、保守、指令、駅、車両運用、案内が連携して支えているのよ。列車の前だけ見てもダメなのだ。後ろに巨大な調整網があるのだ。運行情報が共有されれば表示や放送も同じ状況をもとに準備できるわ。私たちが安心したのは列車だけでなく情報が同じ方向を向いていたからです。そうね。不確定な時ほど情報の一貫性が旅行者の判断負担を減らすのよ。海外の夫婦は窓口と画面で違う未来を見せられていたのだ。ここでは異常時の確認、放送準備、表示更新を静かな緊急事態として描くわ。証拠もなく数秒のズレで駅員が走るなどと事実扱いしてはダメよ。もう一つの部品は利用者の行動よ。鉄道会社だけでは完結しないわ。乗車位置に並び降りる準備をし無理な駆け込みを避ける行動があるの。乗客も停車時間を守る側に参加しているということなのだ。ここでは列車を待つより
列車を待たせないよう訓練されているのですか？民族性の一言で片付けないことね。案内と利用ルールが行動を支えているわ。初めての旅行者でも表示がわかれば同じ流れに参加できるでしょう。僕も並べるのだ。でも発車ベルを聞くと、なぜか走りたくなるのだ。現実を見なさい。駆け込みは制度への協力ではなく、ただの迷惑よ。正確さは厳しい規律ではなく、迷わず動ける情報の結果でもあるのですね。ここまでを整理するわ。定時制は一人の名人芸ではなく共同制作よ。ダイヤ設計、設備保守、運行指令、駅案内、利用者行動が重なっているの。一本の列車の時刻に見えない人たちの仕事が詰まっているのだ。もちろん、その制度には設備も人員も訓練も必要よ。無料の魔法ではないわ。私たちが海外で自分で払っていた余白を別の仕組みが支えているのですね。ただし、日本を絶対に送れない国という神話にしてはダメよ。災害、人身事故、設備故障などがあれば、遅延も運休も発生するわ。聖域にも現実は入ってくるのだ。鉄道は時間停止の魔法ではないのだ。平均値を称賛するほど、平均から外れる日の備えも忘れてはいけないわ。接続待ちについても、いつでも実施されるサービスだと思わないことね。路線、列車、最終便、影響範囲などによって判断は変わり得るわ。次の列車が待つと決めつけず、公式の案内を確認する必要があるのですね。その通りよ。撮影する路線で確認できた範囲だけを事実として断定しなさい。日本なら何とかしてくれるという依存も危険なのだ。耳が痛いのだ。あなたの場合、日本の制度を自分の寝坊を補う制度だと思っているものね。僕は鉄道への信頼が厚いだけなのだ。目覚ましへの信頼が薄いのだ。言い換えても遅刻よ。仕組みへの信頼と無計画は区別しなさい。正確さがあるからこそ、例外時には案内を読み直す余裕も持てそうです。海外では接続保険として毎回90分の余白を旅程に入れていました。日本ではその90分を喫茶店と土産選びと散歩に使ってみます。余白は保険じゃないのだ。僕の自由時間だったのだ。ようやく気づいたので、待ち時間は誰かが払っていた見えない費用よ。予定通り着くことは速さだけでなく、使える時間を返すことなのですね。何も起きない時間こそ最高級のサービスだったというわけだわ。これからは余白を全部甘いものの時間に振り返るのだ。まず、毎朝発車ベルが鳴ってから家を出る習慣を直しなさい。自由時間を取り戻した直後に僕の自由だけ没収されたのだ。けれど旅の損失は時間だけとは限らないわ。次に消えるものは何かしら。到着しました。でも預けたスーツケースだけがどこにも見当たりません。嘘でしょ？人間は着いたのに荷物だけ別の旅を始めたのだ。次は到着したのに荷物だけ移住した空港の話を。具体的な空港名や紛失率は本編の調査前だからまだ断定しないわ。時間も荷物も失いたくない人は今のうちにチャンネル登録なのだ。現実を見なさい。旅は到着するまで終わらないわ。